BTS を発掘したキム・ミジョンが手掛ける全員10代の5人組ボーイズグループバイビー。頑張っていきましょう。Now we got rich in me life. Up and up me life. Ready to fly. 8月31日に武道館ライブを控える中、前回アキトとコタローの地元札幌でセルフライブを開催。集客目標300人に対し集まったお客さんはなんと800人以上。ありがとうございました。ありがとうございました。やばい。すごい人が。頑張ってよかった。プレッシャーというか、あれがすごいあったので、解放されたっていうか。自分たちで作り上げた初めてのライブとしては大成功。しかし3ヶ月後に迫る武道館の目標は1万人。すごい。800人から。今回の800人の観客を武道館に置き換えると、まだまだ席は埋まらない。なんでそんなんするんですか。そんなんすんの。残りおよそ100日、ファンをさらに獲得し武道館1万人を埋められるのか。800人を集め大成功に終わった札幌ライブ。しかし客席から見ていたこの人の評価は全く違っていた。一番近くにね。너희들이 생각하는 그대로 나왔어? 퍼포먼스는 좀 괜찮았었는데 그 MC나 그 팬들의 있고 합이 안 맞았던 것 같아요. 한 건 아니잖아. 공식 데뷔를 한 건 아닌데 800명이 홋카이도에 모인 건 진짜 대단한 거라고 내가 들었거든. 네. 나는 관객분들 계시는 곳에서 봤거든 너희를. 그러니까 그 입장으로 봤단 말이야. 라이브 이제 노래에 신경을 많이 쓰다 보니까 춤에 힘이 하나도 없는 거야. ああ、そういうこともあるんだ。わあ、難しいね。歌とダンスのバランス。 춤은 또 잘 안 보이더라고. 실제로 너가 동선이나 하나 이렇게 꼬이고 했었잖아. 그게 다 보였어. はあ、どうせ言われんの。 2年間韓国合宿で磨いてきたはずのダンスに厳しい評価。5人はカメラに向かってパフォーマンスするのは慣れているが、マイクを持ちながらお客さんの前でパフォーマンスする経験値が圧倒的に足りていない。 どこまで崩していいかっていうのもありますよね。 앞으로 어떤 무대를 얼마나 더 많이 서겠어, 그지? 그러면 큰 무대도 있고 세마이 무대도 있고 하잖아. 그러면 거기에 맞춰서 우리는 맞게 준비를 하고 퍼포먼스를 해야 돼. 그래서 스테이지가 세마이가라 이거는 사실은 이유는 안 돼. 앞으로도 계속 그냥 그거에 맞춰서 해야 되는 게 맞아. 札幌ライブの課題を突きつけたミジョン。そして5人に新たなミッションが告げられる。 이제 앞으로 우리에게 이제 있는 과제 중에 하나가 셀프 라이브였던 거잖아. わあ、やり直し。ミジョン氏。ミジョン氏。ライブの日に。セルフライブやり直し。 몇 명 정도 올 것 같아? 너희들이 또 이번에 직접 홍보도 하고 해야 되니까. 홋카이도와 요리와 센니. 세윤이. 세윤이. でも武道館は1万人ですからね。そうですね。 진짜 간바테 해야 되겠다, 그지?次なる目標は
札幌の800人を上回る1000人の集客。さらに 서로서로 도와서 뭔가 무대를 하려는 것도 너무 좋았는데 그 관객의 입장에서 보면은 너희들끼리 놀고 있는 거야. 바이비만의 세상처럼만 보이는 거야. 조금 더 팬들이랑 팬들 눈도 마주쳐주고 비행기를 타고 너희들 보고 싶어가지고 너희들을 직접 만나고 싶으니까 비행기를 타고 뭐 몇 시간 걸려서 오신 분도 계실 거고 그런데 그냥 좀 더 감사한 마음을 우리가 어떻게 표현할 수 있겠어. 좋은 퍼포먼스 보여주는 거랑 그리고 눈을 잔뜩 맞추는 거랑 사실 너희들끼리 막 이렇게 얘기하면서 이렇게 하는 거는 너희들만 재밌는 거잖아, 그치? 어떻게 팬분들이랑 더 소통을 하면서 소통? 2つ目の課題はファンとの一体感。ちょっとミジョンさんと話したいなっていう点が何個かあるんですけど。確かにね。で私はそもそも身内感がって言うんですけど、私は身内感も好きなんですよ。はいはいはい。それが15歳の子がいるグループの良さやと思ってるん確かにで。初々しさね。でもミジョンさんと私そこ合わないんですよ。いやわかりますよ。ミジョンと対立してる。はいでも多分ミジョンさんはもう世界見てるから。そういやまだそれはこっから先できるから今は早いみたいなこと。だからそこもあっていいよ。そうだから。そして最も問題なのが 8월 31일 부독한 공연인데 이제 얼마나 남은 거지? 8月だよね。 3ヶ月네 360도 무대야. 360度。 홋카이도는 약간 이런 무대였잖아. 네. 360도면은 사실은 너무 앞만 보고 퍼포먼스를 하면 뒤에 계시는 분은 그럼 너희들의 뒷모습밖에 못 보잖아. 그거 너무 슬프잖아, 그지? 어떻게 하면은 이 많은 분들을 만족시킬 수 있는 무대가 될 수 있을까를 이제 너희들끼리 고민을 하면 될 것 같고. 네. 目指す武道館ではステージの360度を観客が囲む。前後左右全てのファンを楽しませるパフォーマンスが求められる。 제 옆에 계시면서 응, 맞아. 그래서 친구가 있으니까 응, 어느 정도 응. 나가야 되니까 이번엔 사실 방법은 하나밖에 없어. 연습. 노래를 제대로 하면서도 춤도 제대로 추는 거. 練習難しいよね。だって立ったことないのにさ、360度に。 바이비를 많이 알리고 바이비의 멋있는 무대를 보여주고 残り100日ミジョンが5人に突きつけた3つの課題。その全てを乗り越えなければ武道館のステージには立てない。360ステージはもちろん経験ありますよね。やったことあります。やっぱ難しいですか？めちゃめちゃ難しいです。前に向かっては多分こうエネルギーが前に行ってるけど、その無防備な背中を見られるっていうことがすごく難しいです。でもその背中でも見せなきゃいけないっていう。大体ダンスってこう0、1、2、3って番号振っていくんですけど、それがこう4方向にあるので、どこ側の何番、何側の 3.5 番、何側の5番とかっていうのがやっぱりすごい大変なので、番号を覚えるだけでもすごい大変だと思います。そうですね。何よりやっぱりこうあたふたしてる感じとか、こうメンバー同士がこうぶつかってその時にこうあーっていうのがすごい見えてたらしくて、やっぱそういう部分もこうパフォーマンス以外の部分でももっと集中してこう気をつけていければいいなと思います。結構こういうファンサもしたつもりではいたんですけど、やっぱり動画を見返すとやっぱり喋ってる時、特に喋ってる時はもうこうじゃなくてずっとこうメンバーをこう見て、でも見返したんだ、偉い。見てる方が安心というか、多分緊張もしないんで、もう無意識に多分メンバーばっかを見てしまってたっていうのが。やっぱ北海道ライブの時は僕たちが本当になんていうんですか、僕たちだけでやってる感じがすごくあって、お客さんとか友の皆さんが手を振ってくれてるのにもかかわらず、僕たちはその次のことしか考えれてなくて、すぐアリちゃんみたいなことがあるっていうのを言われて、お客さんとそうコミュニケーションを取ったりできるようにするのが僕たちの今回の目標だなって思います。次どうします？会場はどうします？皆さん、誰かの地元やろ。北海道とか地
地元縛りあるのこれ？関西方面の方に行きたい。2人いるしね。人もすごい集まりそうだし。ナイス普通は来るか。大阪とか。お全然いいよ。俺が恋のしたらMV撮影で撮った駅の一個横にでっかい建物がある。そうなんだ。土地勘があるからってところもあるのそこかな。は服買ったり映画見たりご飯食べたり。あ、人いるな。じゃあ屋上とかでいるのよライブしてるそれはアーティスト持ったり。他に360度のステージなんです。その建物の屋上にあって。そうなんだ。もういいやんここで。決まりみたいな線引いてるし。候補一じゃん。1000人でも赤で書いてるし気合入ってる。よく言ってたって言ってましたもんね今ね。話し合いの結果連輝もよく通っていた地元兵庫県の阪急西宮ガーデンズに決定。大きい立派なところ。しかも武道館と同じ360度のステージがありミジョン P から課された課題にも最適な会場。広い。しかし最寄り駅は西宮北口。大阪の繁華街からはおよそ15キロと少し離れた場所。確かにね関西の人が行くにしてもちょっと集客面では大丈夫なのか。交通機関大事やな。だいぶ大事やな交通機関。だって新幹線遠征組の友が来てくれるって考えたら。でもこれいいのがやっぱ大若いファン阪のが多いから駅から1本で行ける。あ、そうなの。すごい。大阪から大阪なんかな大阪梅田か。乗り換えないと。だから乗り換えなしで1本で駅とかも繋がってんねんこの建物が。そうなの。最寄りの西宮北口駅に行くためには大阪駅から12分と交通の利便性もあるという。さらにリーダー伊代からある提案が。御堂筋線から心斎橋駅まで行くの。で心斎橋駅からもうすぐ道頓堀ってすぐや。はい。その道頓堀っていうのはグリコの。あんた人が多く集まる。はい。でそこで俺的にはゲリラライブとかをして。そっか前と呼ぶんだ。ゲリラライブだ。今回は正直告知ありでいいかも。ありでいいかも。長尺見たければ西宮でやってくださいっていうそういう告知の仕方もありやと思うな。大阪で一番人が集まる道頓堀で路上ライブを開催。少しでも多くの人にバイビーを知ってもらい兵庫の会場へ足を運んでくれる人を増やす。いや詰まりすぎてる気がする。ならもう交通金みたいな感じでさ入場無料だよみたいな。セリフっぽく書いてセリフとかなんて。出た手作りの。可愛い。出た。これがまたね味があって可愛いんですよ. 사실은 뭐 물론 멤버들한테 얘기는 안 했지만 라이브를 만드는 법을 알려주려고 10代だから. 이 셀프 라이브를 하세요라고 한 건 아니에요. 사실 저한테 셀프 라이브라는 것은 바이비한테 과제를 준 셀프 라이브는 그런 의미기도 해요. 진짜 성장. 이제 아직 공식 데뷔를 하기 전이고 사실 긴 시간 연습생으로 연습생 분으로 어쨌든 준비를 했었잖아요. 그때는 사실 이 노래를 해, 이 무대를 해, 뭐 이 옷을 입어, 그리고 어떤 구성으로 해 라고 다 정해서 줘요. 그래서 저는 생각을 하면서 사실은 이제는 생각을 하면서 그냥 시키는 걸 하기보다는 생각을 하고 어떤 무대가 우리에게 맞는가. そっかやらされてる感じゃないっていうのは大事かもしれないです. 그리고 우리는 어떤 메시지를 전달해야 될까, 어떤 소통을 해야 될까를 생각하면서 이제 무대를 해야 되는 단계였는데 이제 아마 여러 가지로 고민도 있을 거고 얘기를 많이 할 거예요 서로. 그러면서 성장할 것 같은데요 또. ちょっと頑張りたいね人いっぱいいるから。人いるけどなんか怖いな。こちらが見てください皆さん。こちらが僕が真似していたグリコです。はい。出た。僕も真似してました。何ここ？すごくね。どこがステージになってる？ステージがあるのは道頓堀のシンボルグリコ看板の真下。割と目の前に人はいるので、結構反対側にもいるので、ありがとうございます。どれだけ盛り上げれるか結構大事なんじゃないかなと思っていて。緊張するんですけど。可愛い。緊張するんですけど。友達たぶらかそうとしないよ。ちょっと慣れてきてるカメラに。カメラには
は慣れてる。カメラには慣れててお客さんの前で慣れてない。密着に慣れてるなんか。いやこれちょっとテンション爆上げでいった方がいいな。いやマジで飲まれ空気を作ろう。雰囲気作ろう。実は道頓堀がある大阪南は名だたるミュージシャンも下積みを過ごした関西路上ライブの聖地。しかしいやこれはそうよ。これ怖かったね。こんにちは、バイビーです。よろしくお願いします。札幌でのゲリラライブで集まったのはわずか40人。初めて見てくれる人たちをどうやってファンにするのかっていうのが今回結構ポイントだったりするから、短いライブでバイビーの魅力を伝え、道頓堀で出会った人たちに兵庫まで足を運んでもらえるのか。もう今結構割と人がいるので、いやなんか、前回よりはもううまくしたいし、これでなんかちょっとでもバイビーが知られたらいいですよね。人はいっぱいそう。一人でも多くの人に来てもらえるようにそうですね、ここははい全力でやります。頼む、集まってくれ。ライブ開始5分前、予期せぬ事態が。また雨じゃないの？どうする？踊るのもありじゃね？動作はちゃんとしてめっちゃバンってヒットはしなくていいけど、やっぱ踊った方がインパクトある。だからラララと恋のしたらなしでいいけど。路上ライブで踊るの？でも踊った方がインパクトあるんちゃう？踊んないの？そこまだそこ決まってなかったんですね。そうなんや。いやちょっと踊らない直前は踊らん方がよくないこれ普通に。いやなんか変に下手なことするより。そうなの？踊った方がいい気するよ俺は。北海道がね踊らなかったです。足元滑るからって言ってね。観客までの遠い距離、道頓堀の騒がしさ、現場を見て注目を集めるためにはダンスもした方がいいという小太郎。秋人もそれに賛同。一方、ダンスする？いやなんか今ちょっとテンション上がっちゃってるわみんな。落ち着こう一回。冷静なの。興奮したらあかんよ。リーダーのイオは反対。なぜならなんでだろう。 라이브 이제 노래에 신경을 많이 쓰다 보니까 춤에 힘이 하나도 없는 거야. 아, まだ苦手意識があるんだ言われたから. 분들 계시는 곳에서 봤거든요 일을. 그러니까 그 입장으로 봤단 말이야. 실제로 너가 동선이 막 이렇게 꼬리고 있었잖아. 그게 다 보였어. プロデューサーキム・ミジョンからダンスの荒さを指摘されたばかり。急遽ダンスを入れて集客を優先するか、それともクオリティを優先するか。答えは5人で導き出すしかない。わあこれ大変だね。前みたいにちょっと動線ぐちゃぐちゃになるよりはダンス花丸だけでも落ち着いてるから。どうする？いや俺動いた方が動くやつから踊った方がいいと思うんで。その部分で決めた方がいいけど。やるならやるよ。やるところ。その逆にやるところこことここって今決めちゃった方が下る気がする俺は。どうすんのよ。急遽ダンスを入れて集客を優先するか、それともクオリティを優先するか。答えは5人で導き出すしかない。わあこれ大変だね。予定時刻を過ぎても結論が出ない。どうすんのよ。踊った方が多分泊まりはしやすい人っていうのもある。確かに俺も踊った方が目は止まるとは思うけど、いきなりすぎるっていうのもある。なんで踊らなくていいんだろう。踊った方がいいと思う俺は。踊った方がいいと思う人。いきなり決めるよりはっていうことですね。俺はどっちか。俺も正直踊らんでいいと思う今日は。踊った方が目は止まるけど、ちょっと急遽決めることじゃないかなと思う。今日は別に踊らなくていいと思う。なら踊んないでいく。それからじゃあ靴脱いでやるか。そうか。踊る人だけ踊そう。軽く。もっと変じゃん。それぞれ最近特に意見がすごい出てくるって、それいい部分であるんですけど、いろんな人の意見が混じり合うので、それをまとめるのが難しいです。僕たちまだプレデビューしかしてなくてステージ経験が少ないっていうので、やっぱ急遽変えてしまうと、もちろん花丸とかたくさん練習してきたんですけど、あたふたするのがやっぱり目に見えてしまうと、友の皆さんとかファンの皆さんに見えてしまうとやっぱり良くないのかなっていう点で、やっぱしない方がいいっていうふうに思いました。正解はない。これが5人が出した答え。
いろいろあったけどとりあえずいつも通りやればいいから、まずは自分たちのパフォーマンスを全力で見せる、それを重視していきましょう。ほら、秋人ちょっと納得いってないじゃない、ほら。反省会あんなしっかりするんやったらやっぱしライブ前の方がしっかり打ち合わせ下上でやってるかもしれない。見えてるよって。私ミジョンさんやから言いますよ、見えてるで。いやそこだけで秋人くんちょっとね、口尖ったから、この時尖ったから秋人納得いってないなみたいな。真っ先に見つけてたその表情。そして Let's go。皆さんはじめまして、バイビーです。今から路上ライブするので気になった方はぜひ聞いていってください。はい、聞いてってください。それでは聞いてください。恋に落ちたら。聞きなじみのある有名曲のカバーで道頓堀の人々の足を止められるのか。でもほら確かにもう全力で手振ったりするのは確かにめっちゃいいですね。ほら一生懸命振ってくれてる。かわいい。外国の方も拍手してくれてる。結構集まってもらってありがとうございます。ありがとうございます。歌ってない時が難しいですよね。なるほど。手ぶらの時、歌もない踊りもない手ぶらは。ちなみにその時のアドバイスとしてはどうしてたらいいんですか。いやでもなんか乗り方を教えてあげるとか、お客さんにその手拍子なのかこうなのか、ジャンプしてこうやってやったら同じ動作してあげると、あ、私にしてくれてるんだって分かったりとか。不安をよそに足を止めてくれる人も多く、道頓堀での告知、狙いは的中。次の曲は新曲花丸です。ぜひ皆さん盛り上がりながら聴いてください。さらに盛り上がり必至の花丸で道頓堀の人たちにアピール。兵庫ライブへの集客につなげる。なんか振り付け教えてあげたりしたらよかったのにね、あんなに人がいっぱいあるんだったら。確かにありですね。確かに。はい、じゃあ行きましょう。花丸。握りしめた This hard sign I gotta try 見つめる不安立ってるだけで本当に難しいんですよ。向き合うたび One step to shine 満ちてゆく myself 出会えたんだ全てつながってく You're shining bright like a shooting star ときめきを描いた This dream 噛みしめる We are touching this clean I do for you and me ハマる Dreaming moon Living in the spot 咲き誇る my pride きらめいた僕らの未来 I do ここから始まる Let's go Won't stop and down Hold up 僕らの sky so high You are task for the sky so high Yeah 進むんだ掴んだ storyline 誰にもそう奪えない Yeah Oh
きて勝手に踊ってる。あれ20分ほどのパフォーマンスを終え、ありがとうございます。ありがとうございました。入れ替わり立ち替わりで足を止めた数およそ1000人。兵庫ライブの集客にも期待が。そしてそしたら告知をさせていただきます。はい。僕たちが来週6月12日に阪急西宮ガーデンズで、セルフライブを行います。で今日歌えなかった曲もたくさん歌うつもりなので、ぜひ皆さん来てくれたら嬉しいです。お願いします。来てほしいな。あ、ここでビラ配ってるのでよかったらぜひこっちまで来てください。僕たち西宮ガーデンズでライブするのでよかったら来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。西宮ガーデンズでライブするのでよかったら来てください。道頓堀から電車でおよそ30分、西宮まで足を運んでもらい、目標の1000人を集められるのか。うわー、どれぐらいか。1週間。休憩で多分、ここに来る人が多いの。休憩休憩しに外に涼みにみたいな。あ、そういうこと。ほんまに。でこんなでかいとこあんだ。思った。こんな屋上が広いね、バーってあるとこなかなかなくない？であれがステージ。俺か。あれか。もうすご。これね。あ、こんな感じなんや。なるほどね。あ、マジ360度見えるな。結構広いな。近くとかではない。すげえ、なんか水遊びもできるやん。家族連れが多いね。席みたいなのもあるし。これ座れるってこと？じゃあこの石のとこ。こういう感じなんや。お、すごいね。こういう感じなの。今回一番の課題は3ヶ月後に控えた武道館と同じ360度観客に囲まれたステージ。正面はこちら、石段の座席。収容人数は最大400人。結構入る。そして背面はこちら、立ち見の席となっており、一般観覧エリアとして開放。西宮はその芝生はお客さんおらんかったら入らへんとか、ね、そのじゃあおらんかったら急に400人の方だけやでもそうでももし例えば7人ぐらいがおった場合とかはでも向かないといけない。また揉める、そんな始まる前。あー確かに7人だったらもう向かないかも。内本さん向いてくださいよ。向かないでなんかこう回った時とかそういう時にこうやってやってあげたりとか。基本はこっち向いてやるんかな。これ正面あんのかな。前がこっち後ろ360から。あ、確かにもう近接。正面なんていう概念を捨ててしまおう。はい。でもなんか180度に行こうって感じやんな。だからこっちはどういう感じで360度使うか。通常パフォーマンスは観客が前にいることを想定。しかし今回は前と後ろの観客をどちらも置いてけぼりにしない新たなパフォーマンスを作り上げなければならない。このさ振り付けも自分たちで変えなきゃいけないって大変じゃないですか。前と後ろで。 근데 간사이 무대를 저도 도면을 딱 보면서 느낀 건데 와 이거 쉽지 않겠는데 생각했거든요. 연차가 어느 정도 있는 아티스트들도 좀 와 이 무대에서 360도를 써가면서 퍼포먼스를 하긴 쉽지 않을 텐데 근데 저는 이제 멤버들이 이제 아까 얼굴들을 보면서 느낀 건데 진짜 많은 고민을 하고 있는 거거든요. 엄청 고민을 하고 있고 답답한 부분도 있는 것 같고 차라리 정답을 알려줬으면 좋겠고 아마 그런 기분일 것 같아요. 本来なら専門のプロが動線や振り付けを指導するが、今回は5人だけで答えを探す。ちなみに自分たちでその振りを手直ししたりするっていうこと自体は、いや基本的にはこの現役時代はないと思います。やっぱり先生がついてるので、じゃあこういうステージだったらって言って全部番号を振ってくれて、この動線通ってみてみたいな感じでやるんですけど。じゃあすごい大変なことをしてるってことですね。そうですね。逆にもう私たちが今 OG として営業で集まったら自分たちでやります。ああ、なるほど。営業で歌うなんか呼ばれたりとかしたら、一旦俺的に未来とここで今考えて360度でそれ監視させて次の夜の練習で花丸と恋に落ちたら。
今回の兵庫ライブで歌うのは新曲も含めこちらの4曲。課題だった観客との一体感を作るためにどう構成すればいいか。前回の札幌ライブではミライトで静かに始まり、最後は恋に落ちたらでしっとりと締めたな。まあでも花丸あれやね、だからまず初めに入場曲の SE で盛り上げて、そのもう盛り上げを切る必要で構成とかも全面でやるから、それでまあできるだけその前後の人に見てもらえるようにして花丸バンって言ってちょっと恋に落ちたりしてダウンさせてダウンっていうのいいんじゃん。前の課題でもあったこのこうやってやるのとかだったりフォーランドレスポンス一体感出すためには恋の人始まる前に一回練習してから練習しますって言ってやってからやる方が多分歌ってくださいみたいな歌ってくださいみたいな言ってで練習とかねするからで恋に落ちたらと空も飛べるはずだし歌える人もいると思うねんな。歌ってもらうためにそこでちょっと声出してまずは声出していこうって感じで盛り上げて、なんか前さラララやった時に直前までこう曲名言わずに直前でアキトが言ったらおおってなったやん。だから今回もその感じでじらして空も飛べるはずで始まった方がいいよな。だからそのサプライズみたいな感じで初披露やし、恋に落ちたらが前回最後やったから確かに何を最後ちょっと雰囲気変えるってなったら終わり方を未来未来と締めは未来じゃない。花丸で始めて未来未来ともちょっとなんかラストとかこの確かに目もパッて離れて四方八方に広がって歌だけ見せる。確かに話し合いの結果花丸から始まり4曲、そして間にお客さんとの掛け合いが生まれる愛してるよゲームなど課題を意識した構成に。何愛してるよゲームって飲み会とかでやったりするかな。ミジョン P から出された3つの課題、特にベテランでも難しい360度ステージをどう生かすのか。そうなんか「I can make it right we go」でここまでは前でいいと思う。この移動の時にこっち向いたらいいと思う。ちょっとやってみよう今。もう一回それ言ったらこっち向きです。普段から行っている移動も背後の観客を意識した途端動線が崩れていく。より一層体に染み込んでる分、ちょっと変えただけでかなりこう集中力が確かに混乱しそう。混乱しますよね。계시는 곳에서 봤거든 너희를. 그러니까 그 입장으로 봤단 말이야. 실제로 너 동선이가 이렇게 꼬리고 있었잖아. 그게 다 보였어. このままでは札幌ライブと同じミスを繰り返してしまう。そういうのでもいいと思う。こっちは大丈夫。振り替えなきゃいけない。大丈夫。ここでバッとっていいか。それやってみよう。こっち向きやった。間に合う？そっち。いける。そっち間に合わない。これ練習しよう。無理。これでやってみる。練習したらいける。オッケー。慣れたら。2サビでだからこっち向いたらいいんじゃん。やしだからはだからあれじゃない？俺のさこれ見に行ってたらラッキーな。これ普通の平日にやってると思ったらすごいことしてますよ。こんな公開リハこんなリハ見たことない。めっちゃ水遊びしてますからね。ジャンプする前にこっち向いてそのままサビいっちゃえばいいんじゃない？前に集中しちゃったら後ろの方を忘れちゃったりしちゃうんで、本番ちょっとダンスミスらないようにって集中しすぎると多分こっち集中しちゃうんで、しっかり両方ダンスできるようにパンサーしっかりできるように意識したいです。360度のステージに対してどうお客さん楽しませれるかっていうのもあると思うので、他のアーティストさんが入った時の写真見たんですけど、すっごい後ろの人とかもいたんで、とにかくその場に見に来てくれた人は絶対にどんだけ遠くからどんだけ見づらい場所でも来てよかったなって思えるようなステージにしたいなと思います。やっぱり北海道がもう結構思ってた何倍も来てくれたというか、なんで今回は僕の地元なんで、失敗したくないというか、そういう思いがやっぱりプレッシャーかよりあるというか。이번에 사실 방법은 하나밖에 없어. 연습. 노래를 제대로 하면서도 춤도 제대로 추는 거.
バカねえやろ。次のイラダムトゥトゥトゥで多分戻りに行ったんで。次言っただよ次の位置ここはどっちでいいの？一回ここで次のこれが包摂でこっちが、これがいつも通りやったらこっち。だからそれをもうそういつもとダンスが変わっちゃうんですよ。今まで右行ってたのが左行かないといけないとか、右足から出れたのが左足に変わらなきゃいけないとか、あと全部がもう感覚がずれちゃうんですよね。別のダンスですよ。もうそれすごいですね。横じゃなくて真後ろに見つめる不安ね。だからもうなんていうの、まず固定概念を捨てようこっちは。通常振付師が作り直すフォーメーションもメンバー自ら修正を重ねていく。偉いよ。はいじゃあ迷子どうなってんの？こっちも行かなかったから。あ、そうです。お願いします。綺麗に逆。やっぱあんなにいろいろ変えてたんだってやっぱ皆さん他の方もそうですけどっていうのに私はびっくりしましたね。やっぱレッスン部屋みたいなのはなんかまあ東京だと結構皆さん同じ大きさなのかほぼなんか大きいところでやってるイメージあるんですけど、読めないじゃないですか。そういうのってどうされるんですかね。だからその番号が例えば本当は8番まで本番はあるのに5番とかぐらいまでしかリハスタジオがないと口で言います。ここ8番まで行きますみたいなナンバーにもう自分の確認だから。一曲の振りとフォーメーションを直すだけで2時間以上。どのタイミングで後ろ側に向くかとか、その動作をどこに移動するかとかを普通だとつまんないっていうか面白みがないんで。これ最低限だと絶対お客さん楽しめない。さらにラーラーラーで単差をしたいじゃない。そこだけ？そこだけというよりかは、僕はもう全部今まで通りなんですよ。ならもう別に何もだから最初のラーラーラーで愛嬌するってだけある。そう今まで違う。多分そこの始めをいつもの一列にしちゃうと多分同じジェスチャーになると思う。なんか俺全部変えない。俺もそう。変えたいっていうかサビだけをって全部変える。会場行くとまた分かんなくなるんですよね。いやすごいよ。大変や。またしても意見の食い違いが。なるちゃんはね前回札幌のセルフライブの時秋通しになりましたよね。秋通しになりましたよ。ねどうでした？いや今もずっと秋通しですよ。あれ以来もやっぱりハマっちゃってて、で前回生でお会いしたじゃないですか。もっともっとハマって。ただイオも推しなんですよ。なんかわかんない。生はもう秋通しだけど、これ SNS で流れてくるときに自分がいいねしちゃうのがいつもイオなんですよ。まあ自分でも不可解なこうなんか心。私は秋田じゃないのみたいな。踊ると目はいつの間にか小太郎を追いかけるんですよ。めっちゃわかんない。いいねはいいよ。最初のラーラーラーで愛嬌するってだけある。そう今まで違う。多分そこの始めをいつもの一列にしちゃうと多分同じジェスチャーになると思う。なんか俺全部変えない。俺もそう。変えたいっていうかサビだけをって全部変える。ああそういうならなんかセルフライブって僕たちが作り上げるものなので、やっぱりこうなんか変えていきたいっていうのが僕は強くて、やっぱそういう部分でそういう話をしたりとかしたらこういいよね。まとまったりするんですけど、やっぱりこうそれでもこうしたいっていう意見があるので、そのメンバーとのこうなんて言うんでしょう、意思疎通っていうのももっと重要になってくるのかなと思います。振り付けだけではなく瀬戸りから MC 内容まで全てセルフプロデュース。偉いな。もちろんまだ離れっていうかステージ経験も少ないんで、大きい舞台で多分思い通りにいかないのが普通だと思うんで、何かしらのトラブルだったりっていうのがあると思うんで、それでいったきたアドリブとかも必要になってくるんで、それでいったら全部足りてないと思いますし、まだパフォーマンスもトークも。兵庫ライブまで
残り7日、果たしてバイビーは3つの課題を乗り越えられるのか。兵庫セルフライブ当日。ちょっとマジ緊張する。やばい。前回北海道がもう大成功じゃないですか。あれは負けてられないぞって感じですよね。はい、じゃあ行きます。掛け声いきます。とりあえず今日は全力でパフォーマンスしていきましょう。はい。行くぞー。シャーイ。はい。お、かけて。いや、そこから喋る。あ、いいでもなんか MV みたい。集客目標は1000人。いいよ。バイビーです。よろしくお願いします。すごいたくさんいる。後ろにもいっぱいいる。果たして1000人集まったのか。じゃあまた。いけた。あげげ。あ、ブレンチ。食べてる。押すな。こんにちは。待ってんのこれ。待ってな。これテレビ。違う。こんにちは。バイビーです。はい、というわけで8月31日にね、デビューショーケースを武道館でするということで。はい。やばいね。武道館はすごい場所だよ。すごすぎし。武道館ってなったらもう1万人いるから、もうこの動画を見てる人は皆さんぜひ来てくださいね。はい、お願いします。お願いします。お願いします。やめて。やめて。来てくれた方々に楽しいって思って帰ってもらうことが僕たち何よりも大事ですから、僕も嬉しいですから、楽しいって思ってくれたら。なのでね、本当に期待しててください。お願いします。楽しくしますよ。盛り上げます。はい。今ここで見てる方、バイビーが武道館で待ってます。はい。どうぞ。처음에도 잘 안 보이더라고. 그 관객의 입장에서 보면은 너희들끼리 놀고 있는 느낌인 거야. 360도 무대야. 突きつけられた新たな課題。引きてるんかな。はい。見えるの。あ、ちゃん。どっちだ。わかんない。1000人の集客。1000人集めないと武道館が不安になるので、本当に満席にしたいっていうのがあるので。観客に360度囲まれたステージ。 연차가 어느 정도 있는 아티스트들도 좀 와, 이 무대에서 360도를 써가면서 퍼포먼스를 하긴 쉽지 않을 텐데. そして観客との一体感。ファンの人でやれるの嬉しいな。3つの課題を乗り越えられるのか。さらに 이러이러 가다이가 아웃도 현실적으로 문제 있다. ライブ後にさらなる問題も。7月29日水曜夜10時。番組の未公開シーンやオリジナルコンテンツをバイビーオフィシャルファンクラブともにて公開。登録は無料。ここでしか見られないバイビーに会いに行こう。